皆様、本日はこちらの激安って書いてあるこの手羽先ですね。手羽先を使って、今年、そんな作ってないよね、まだ。まだ今年1月だけど、唐揚げって。唐揚げ作ってない。ね、揚げ物をね、ちょっと久しぶりに作ろうかなと。ちょっとね、手羽先でね、揚げ物にしようか煮物にしようか悩んだんだけど、やっぱちょっと揚げたくなりましたので、今回は手羽先の唐揚げ作っていきたいと思います。はい、早速やっていきます。で、まず手羽なんだけど、手羽はね、ちょっとね、味を染みさせたいので、ちょっとフォークね、包丁じゃなかった。フォークとか、包丁の先っちょとかでもいいんだけど、で、ちょっと、こうやって穴開けて、味がね、染みやすくなるようにしてあげてください。できればこの皮面の方もやってあげた方がいいかな。はい、こんな感じで、ちょっと手羽先に穴を開けて、全体的にね、味が染みやすくなるようにしてあげてください。手羽先だとさ、よく名古屋のさ、ちょっと甘いタレにつけて食べるやつあるじゃないですか。ああいうのにするんだったら、こういうちょっと、下味をね、特にそんなにつけなくても、後からのね、味付けなんで、揚げる作業はないんだけど、今回は普通にちょっとね、手羽先のもう味付けして唐揚げにしようと思っておりますので。昔作ったよね。ある黒手羽先っていうのが、それめちゃくちゃ好評なんで作っていただいて、ね、それよかったら概要欄に一応、はい、URL 貼っとくのでぜひ作ってみてください。はい、めちゃくちゃうまいよね。あれ美味しい、マジでうまい。はい、こんな感じでちょっと全部の手羽先に穴開けていきます。でもてかさ、この手羽先さ、マジで本当にマジで激安だったの。 100g あたり68円だよ。最高だよ。やばくない？手羽先って美味しいよね。美味しいのに安いよね。はい、下ごしらえをした手羽先に味付けしていきます。まずはいつも通りニンニク、はい、小さじ1杯ほどドンで、同量の生姜、はい、ドンで、お醤油は大さじ2杯にみりん、こちらは大さじ1杯でいいです。で、お酒は大さじ2杯。あごだし、今回のおだしはあごだし、こちらは小さじ1杯で、ちょっと甘みを足したいので今回蜂蜜を入れるからね、今回みりんの量も減らしました。これで今回大さじ1/2ほどでいいかな。はい、蜂蜜で、塩コショウは少々しておきまして、味付き塩コショウ、ごま油、こちらは大さじ1杯全部入れましたらば混ぜ合わせます。もううまい。はい、じゃあよく混ざったら、こちらを1時間ほどちょっと味なじませてあげたいと思います。で、もう今寒いんでね、常温でそのまま置いといても全然大丈夫なんだけど、ジップロックとかに入れてあげた方が、汁がね、すべてのお肉にね、まんべんなく当たって味が馴染みやすくなると思います。こういうボウルでやる場合は、30分ぐらいしたら一回ちょっとかき混ぜてあげて、味をよりね、染みさせてあげてください。こんな感じで、とりあえずこの状態で1時間放置して味を染みさせたいと思います。ではこちら約1時間ほどつけ置きました手羽を衣つけていくんだけど、今回は片栗ですね。基本的に僕はもう片栗がサクッとして好きなんで、いつも通り結構ね、下味のこれがビチャビチャな状態でいいので、そしたら片栗粉つけて、で片栗粉はつけ置いたらしばらく衣となじませます。放置。そうするとね、剥がれづらくなるので、こんな感じでもう片栗粉まんべんなくつけてあげてください。で、今回はちょっと2度揚げしようかなと思ってるんで、最初油そんな高くなくていいです。160から170の低温で最初揚げます。じゃあこんな感じで衣ついてちょっとにじんでる感じですね。こんな感じにしてあげておいてください。そしたら油の温度が170度ぐらいまで上がったら入れ始めます。
はい、いきます。では投入。5つずつぐらいかな、入れられても。で、最初は触らないようにね、衣が剥がれやすいんで、最初の1度目の揚げは3分間やります。で、まあ170度から60度の間をキープできるような温度でやってあげといてください。で、まあ30秒ぐらい経ったらもう触って大丈夫なので、そしたら肉のね、面をたまにひっくり返してあげてね、やっぱ下側の方が焦げやすいんで。で、あとまあ、今ね、冬場でやってたからちょっと室温に置いてたんで常温に戻ってるんだけど、もし冷蔵庫とかで味を染みさせてる場合は、揚げる前に取り出して、冷蔵庫から出しておいて、ね、できるだけ常温に近いぐらいまでにしてあげといてください。唐揚げやるときはね、お肉は基本的に常温に戻さないと中まで火を通すのがね、ちょっと時間が変わってくるんで。じゃあちょっと色合い的にも2分30秒で大丈夫かな。そしたらこちら一旦取り出しておきます。で、残りを揚げている間にちょっとこっちはね、余熱で骨周りまでね、しっかりと火を通していきます。これくらい。これよりもうちょっと薄いぐらいの揚げ色でいいんで、ちょっとね、温度が今170度超えちゃったんで、もうちょっと薄くなる方が2度揚げした時の色合いは綺麗になりますね。で、ちょっと火加減だけには注意してね。はい、じゃあ残りもやっていきます。はい、じゃあ2つ目。あ、いいね。揚げ色的にはね、これくらいの方がいいかな。これね、ちゃんと70度超えないように温度をキープしました。まあ衣の付き方自体も違うとは思うんだけど、少々ね、やっぱこれくらい、こっちちょっと茶色が強いじゃないですか。これくらいの方がいいですね。色合いが最後ね、美しく仕上がると思うので、170超えないように温度だけは注意して。じゃあ残りも揚げときます。では最後、油の温度170から180度ぐらいまで上げて2度揚げしていきます。まあでもね、今回2度揚げしなくても結構ザックザクではあるんだけど、一応ねやっていきますね。いきます。それはもうこれ本当に30秒ぐらいで大丈夫。油に通して上がった水分をちょっと飛ばすってぐらいで大丈夫なんで。もうこんなもんで大丈夫かな。一応もう一個も2度揚げしておきますね。いきます。跳ねないように。いいね、この上がった水分が弾けてパチパチ感が強い感じね。で、こんな感じでちょっと音が収まったらだいぶ水分がもう飛んじゃったってことなんで、はい、まあこんなもんでいいかな。ではこれで特製手羽から完成で、最後ね仕上げにちょっと上から胡椒とかかけてあげたら美味しく召し上がれますので、実際食べていきたいと思います。では実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。で、今回はですね、視聴者さんに教えていただいたシチリアンレモンサワーカルディの、はい、こちらをねちょっといただこうかなと。はい、じゃあ
乾杯。なんか音がしてる。そうだね。乾杯。うまこれ。あ、飲みやす。めっちゃレモンの味するね。すごい。ウォッカだ。美味しい。美味しいね。あ、でも結構アルコール強いこれ。うん。一口で分かった。5%。5% で強いって言っちゃう俺。じゃあちょっといただきます。はい、じゃあちょっとね、いただきます。うますぎる。これはすごい。最強だわ。うまい。これはうますぎるね。これはうまい。ほんまにうまい。でさ、結構しっかり衣ついてるからさ、この部分ね。サクよ。あ、うまっ。うわ、うまい。これはうまい。全部が美味しい。いや、今回さ、食べづらいっていうのもあるからさ、ご飯用意してないけど、全然ご飯いけるね。うますぎるこれ。いただきます。このザクザク感。もう味がうまい。とにかくこうちゃんのこの味付けやっぱ最強だわ。これはもうビールもそうだけどレモンサワーもそうだけどもハイボールもたまんないだろうね。ね。あっという間になくなった。もう飲み切ったの？でもうまいよね。うまい、マジで好きこれ。この部分うまいね。ね。ちょっとさ、ホワイトペッパーかけてみよう。うんうん。見て。でもさ、逆にさ、腹が出てるおかげでさ、下に落とさない。全部ここでせき止めてる。便利。赤ちゃんじゃん、もう赤ちゃん。ちょっとホワイトペッパーいこうかな。いや、うまい、マジで。ちょっと俺もうハイボールにしちゃっていい？これはね、お酒がめちゃくちゃ進む。しゅんちゃんの方にもかけて、結構たっぷりめの方がいいよね、多分これ。うんこれね。ちょっとホワイトペッパーたっぷりめでいただきます。最強な味変。マジでうまい。いや、これはうますぎるわ。待って。無言すぎん、もうさ、喋られないね。ね。無理よ。もう音が。ね。うまっ。マジでうまいわ。俺今まで食べた手羽先で一番好きなんだけど、ガチで。今までその作ってきたさ、唐揚げの中でもさ、結構なザクザク具合だよね。ね。でもこれ15本あって1人前だね。足んないね。足んない、全然。一応 800g 超えてるけど全然足んないね。いただきます。もう最後の最後まで、もう一口目と同じ感動。ね。
やこれマジでさ、食卓にこれ出てきたらマジで多分超大喜びだよ。マジで喜ぶわ。これはもう本当に。ということで、本日はですね、こうちゃん特製の、手羽辛ですね、を作っていただいたんですけども、まあもちろんね、味もめちゃくちゃ美味しいんですけど、何より今回はね、衣ですね。もうめちゃくちゃクリスピー。もう超サクサクしてるんで、しかも時間が経ってもこんだけサクサクしてるんで、すごく、もう食感が美味しいっていうのと、手羽先ってもう一番本当に良かったなと思ったのが、揚げてるんだけど、普通の鶏の唐揚げと比べて、全然脂っこくないんですよ。そうだね。なんで、いくら食べても、全然なんか胸焼けしない感じが、個人的にはすごくなんかお酒飲みの方にもいいし、おやつとか、そういうのにもすごくいいし、これね、味付けがね、今回ご飯出したんですけど、ご飯にもめちゃくちゃ合う味付けになってるんですよ。なんで、おかずにもすごくぴったりだなと思いました。はい。めっちゃ、手羽先の料理の中で多分僕一番好きです、この料理が。マジで美味しいです。あとこれ、ほら、コラーゲンっていうんだっけ、入ってるじゃん。プルプルになるよ、多分みんな。プルプル。腹もね。明日プルプルよ。明日プルプルになると思います。ということで、本日は以上、肌をね、綺麗にしたい方にもおすすめでございます。美容系だしね。はい、ということで、本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。